皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は令和の米騒動と言われている現状について話していきたいと思います。連日報道されているマスコミによる米不足関連報道で多くの方が不安に襲われ、その結果起きていることは米をいつもより多く買うことでスーパーの商品棚から米がなくなっています。これらの現象はマスコミが報道するように本当にインバウンドや台風、地震の影響なのでしょうか。そして気になる価格高騰は今だけのことなのか、それとも今後も続くことなのでしょうか。もしかしたら私たちはいつものように政府やメディアによって騙されている、ミスリードされているのかもしれません。ここで重要なこととは、マスコミ報道に惑わされることなく、今起きていることを正しく理解することだと思います。もうマスコミ報道に翻弄される人生から卒業しなくてはいけません。この動画を最後まで見ることで、実は日本は食料安全保障の面からも非常に危機的状況になっていることを再確認することができるのと、その対策を知ることができます。マインド設定を含めて重要な内容となると思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、マスコミによる連日の米不足報道について、皆さんはどのように感じているでしょうか。私の生活圏の店のほとんどがご覧の画像のような状況になっているわけですが、米だけでなくご飯パックまで品薄状態になっています。米の販売コーナーに来て米がないことを知ったお客さんが嘆いているという状況も確認することができます。もしかすると、流通元の業者が価格を吊り上げるために出荷しないようにしているのでしょうか。こればかりは分かりませんが、大手ショッピングセンターの流通倉庫の情報によりますと、各店舗に配る米がかなり少なくなっているということも信頼のおけるルートで確認できていますので、店舗であっという間に売り切れになるというのは、そもそも店に並ぶ米の量自体が少ないことは間違いなさそうです。報道によりますと、これらの状況はインバウンドや台風、地震の増加の影響が大きいということが言われたりしています。確かにここ最近起きていることを思い起こせば、8月8日に日向灘を震源とするマグニチュード 7.1 の地震が発生したわけですが、この日向灘が南海トラフのトリガーになるのではないかという可能性がかねてから言われていたこともあってか、一気に南海トラフ臨時情報がテレビ画面を覆い尽くし、多くの方が恐怖に駆られたと思います。そしてお次は台風でした。この台風によって土砂崩れ災害や床上浸水などが発生し、公共交通機関のダイヤが狂ったり物流にも支障が起きたことから、例のごとく不安に駆られた人たちによる買い占め行動が起きて全国的に米不足が発生しました。またインバウンドにおいては確かに2024年3月から6月までの4ヶ月間は月300万人以上を記録していて絶好調を迎えていたそうですが、外国人旅行者による米の消費はたったの約 3.1 万トンと試算されています。これは日本の年間消費量は約700万トンですから、わずか約 0.4% にしか過ぎず、インバウンドの増加によって米の供給不足が発生したとは考えにくいわけです。あれだけテレビで不安を煽られるような報道がされたら、メディア信奉者がパニック買いに走るのは当たり前だと思います。今リアルに困っているのが生活困窮者だと思いますが、品薄状態であることから価格が 1.5 倍とか2倍になっており、家計を圧迫するだけでなく日々の食事にも困っているかもしれません。確かに不安に駆られた人たちが買い占めに走ったことで米不足が起きたという面で言えば、インバウンドや台風、地震の影響があったという報道も正しいかもしれませんが、実はもっと根本的に日本が危機的状況になっているということが重要で、それによっては米の価格高騰は一時的なものではなく、今後の米の価格は下がることなく高値が続くのかもしれません。これからのことを考えるときに必要な情報として、農業や農家の廃業数の増加が挙げられます。帝国データバンクのデータによりますと、米作農家の倒産、休廃業解散件数の統計では2024年8月の時点で去年の実績に迫る勢いで、このままでは記録更新となるほどの勢いで日本の主食である米を作る農家が減っているということになります。農家が米作をやめるというのは単純に利益が出ていないからであり、米を作るのをやめて他の農作物を作った方が補助金が出るという減反政策の結果です。そういった意味では米価格が高騰するということは、米作農家が存続するためには必要なことなので、なかなか頭が痛い問題であることは間違いありません。米農家の現状は利益がほとんどない状態であり、ただ使命感だけで頑張っている方が多いと言われています。
それにしても、もし今回の米不足の原因がインバウンドだとしたら、たった 0.4% の需要増加で日本全国で米不足が発生するというのは、食料安全保障の面から見てもいかに日本が危機的状況にあるかということを理解しないといけません。それにしても今回の米不足はなぜ起きたのでしょうか。その根本的原因は明らかに政府の減反政策にあると思います。この件については過去に何本か動画を作成していますが、終わったと思われていた減反政策は今もしっかり進められているという現状があります。ここのところは少しややこしいというか、政府が国民を騙したとしか思えないことが起きていまして、多くの方が2018年に減反政策は終わったと認識していますが、その実態はしっかりと残っています。つまり廃止になったのは米の生産数量目標であり、米の生産をやめれば補助金を出すという政策は全く変わっていないのです。その結果、ご覧の通り減反政策を始めてから50年で米の生産量は約4割減って、農家はなんと半分になってしまいました。そもそもなぜ減反政策などをする必要があるかというのはすでにご存知の方も多いとは思いますが、知らない方のために説明しておくと、日本人の米の消費量は年々減少しており、消費量が減れば米が余ってしまいます。米が余るということは、米の価格が下がるわけですから、それを避けるために実施したのが減反政策です。つまり米の生産量を少なくすることで、米価格が暴落することを防ぎつつ、減反によって減った農家の減収分を補助金で補うという方法で価格を維持してきたわけです。この政策がいかにひどいものかということは少し考えれば誰にでもわかることなのですが、ほとんどの国民が知らない事実かもしれません。本来なら主要メディアがジャーナリスト魂を発揮して重要な問題として大々的に取り上げて報道すべきなのですが、それはご存知の通り行われていません。むしろメディアは国民の生活や安全にとって大きな危険が伴うような法案を可決するタイミングで、芸能人や政治家のスキャンダルを取り上げ、お昼のワイドショーはくだらない話題でいっぱいにしています。いつも同じ手口ですから、今後もそのようにメディアが報じる情報を違った視点で観察してみてください。例えばこの動画を作成している時点で、アメリカのジョージア州にある高校で銃の乱射事件がありました。ジョージア州といえば、大統領選でのスウィングステートといって民主党と共和党の激戦区です。対立する政策はいくつかありますが、その中で今回の事件に関係があるのは銃規制の問題です。銃を禁止したい民主党が何か画策した可能性があるのではないかという説もあります。事実は分かりませんが、偶然すぎることは間違いありません。選挙で有利になるために人の命を犠牲にするわけがないとお考えでしょうか。その認識をアップデートしなければ自分や家族の身に危険が及ぶかもしれません。その認識をアップデートするためのコンテンツをいろいろなセクターに対して動画を作成してきていますが、知れば知るほど私たちでは考えもしない価値観、心情によって人は動いていることに驚くばかりです。話を戻しますが、結局今回の米不足の原因としては、表面上は令和5年度産の米が一番少なくなり、令和6年度の新米が出る間で起きたことであり、一部の米不足に不安になった人たちによる買い占めによって引き起こされたと判断できるものでしたが、根本的な原因は政府の減反政策の失敗が表面化したということになります。先ほど、米離れをしている日本人が消費する米の量に対して過剰生産すると市場価格が暴落してしまうので、それを防ぐために減反を推奨し、それによって農家の減収分を補助金を使って補うということを話をしました。これは私たちの税金約3000億円を使って米の価格を一定価格から下がらないように維持していたわけです。つまり税金を使って高く維持された米の価格で生活していたのです。少しフォローしておきますと、日本の米は決して高いものではありません。今回は税金を投入することで価格維持をしているということを言いたくて高い米という表現で話しています。この政策はほとんどの国民にとって正しいやり方とは到底思えないというのが多くの専門家の指摘ですが、50年間もこのような悪性が続けられて現在に至っています。食料安全保障の観点からもこの政策は全く馬鹿げたことであり、今現在のように激動する世界情勢の中では、化学肥料や石油など農業生産に欠かせないものの輸入に少しでも悪影響が出た場合、今回の米不足どころの次元ではないことが起きてしまいます。なんといっても日本が唯一自給できる食料としての米は、化学肥料や石油などのほぼ 100% を輸入に頼っているわけで、いつ自給率が限りなく 0% 近くになってもおかしくない状況にあるのです。そういう観点でこのチャンネルではいくつかの動画を作成しているわけですが、
今現在はたまたま何事もなく過ごせているだけであるという認識は必要だと思います。多くの専門家が指摘しているのは、3000億円もの税金を使って国民が高い米を買うことになるという馬鹿げたことをするのではなく、逆にどんどん米農家が米を作り余剰米を輸出することで利益を出せばいいという説を唱えています。日本の需要以上に米を作ることで価格が下がった場合、そこに減収となった農家に税金を投入すれば国民は安くて美味しい米を食べることができます。そして万が一戦争に巻き込まれ食料生産が困難になった時は、輸出米はそのまま非常米として機能するというわけです。今のように例年に加えてちょっとインバウンドが増えただけで米不足の引き金になるようでは、食料安全保障など絵に描いた餅になってしまいます。このような問題は私たちの命に直結する重要な案件として一人でも多くの方が意識することが大事だと思います。先日 YouTube で桜井誠さんが出ているショート動画を見ました。国内で生活保護を申請している深刻な状況に追い込まれた家族がなかなか生活保護の申請が下りない中で、新たに日本に来た中国人40人くらいって言ってましたが、そのほとんどが日本に滞在してすぐに生活保護の受給が許可されたことを指摘し、大阪の市役所でしょうか、そこでのやり取りの動画がありました。桜井さんがかなり激しい口調でクレームをつけていたわけですが、言っている内容はごもっともなことだったわけで、結局どうなったかというと、その中国人の全員かどうかは分かりませんが、生活保護の受給は止められたそうです。これも問題意識を持った方がいることでデタラメな政策に待ったをかけることができた良い例だと思います。日本の減反政策がどう考えても理屈に合わないという現状が50年も続いているのは、政治家や官僚だけの責任ではない気がします。いかがだったでしょうか。今世界中で不穏な動きが活発化してきていることはご存知かと思いますが、異常気象もその中の一つで、世界中の農作物の生産に悪影響を及ぼしていることが分かっています。このことはじわりじわりと輸入大国日本に危機が迫っていると考えて準備をした方が良いと思います。今回の米不足かそれ以上の食料危機が起きた時には、あっという間に店頭から食料が消えます。前の動画でも話しましたが、大手スーパーでは1日に3回商品を補充するためのトラック便が走っています。その頻度は商品ごとに違うかもしれませんが、それはどういうことかというと、店舗には余分な在庫が置かれていないということだと思います。この傾向は都市部に行けば行くほど土地事情の関係で強まることになると思いますが、そのような状況で台風による幹線道路の陥没や水没などによってインフラにダメージが起きただけで物流がストップします。今年の初めに能登半島を襲った地震後でも水や食料の供給にかなりの時間を要しました。水道に至っては5ヶ月前後の期間で水道が復旧しなかったと思います。そして今日本の食料安全保障を考えると、長期的な食料危機に見舞われる可能性は高くなってきていることの自覚も必要です。政府の備蓄米100万トンは単純計算でわずか20日程度でなくなります。そして戦争に巻き込まれた場合には1年単位で食料危機に向き合う状況に陥ります。そうなると食料備蓄だけでは生活は維持できません。やはり一日も早く家庭菜園などに取り組む必要がありますし、農家と直接契約して購入経路を作っておくことが重要になるのではないでしょうか。それも食料危機になれば農地から農作物が盗まれるということも起きることでしょう。あらゆる可能性を考えておくことで、最悪の事態になった時に冷静な行動を取ることができるようになると思います。今起きている米不足は新米が出てくればある程度解消する方向に行くと思いますので、過剰に不安があることはないと言いつつも、このような状況になった背景を考えると深刻に対策を考える必要があると思います。ぜひ自分や家族を守るために絶対必要な水と食料の備蓄について考えてみてほしいと思います。この動画が皆さんの検討材料になることを祈りつつ終わりにしたいと思います。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、コメント欄へのご意見、ご感想の書き込みもいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。